こんにちは、日本語クラスです。声が聞こえますか？こんにちは、日本語クラスです。今日はライブで日本のニュースをお話しします。はい、始めたんですが、本当に声が聞こえるか私は分かりません。いつも分かりません。はい、ライブの時は分からないので、皆さんよかったら声が聞こえますとメッセージをぜひ送ってください。よろしくお願いします。はい、それでは、始めようと思います。今聞いてくださってる方、ぜひお願いします。ちょっと協力してください。聞こえます、聞こえませんというのを教えてください。はい、よろしくお願いします。では、始めようと思います。今日のニュースは、自転車ね、写真がある通り自転車、はい、自転車のルールを守らない人は日本でです。自転車のルール守らない人はお金を払いなさいというニュースです。はい、これ実は昨日このニュース、一昨日かな、そうですね、つい最近の、私のニュースで、お話ししましたライブですね。それもお話ししましたが、これを、もっと詳しくお話しします。実際どういうことがダメなんですかっていう話とかねしますね。で、それがこの前話したのがこれですね。このサムネイルです。はい、自転車のルール守らない人は反則金というのを払わなければいけません。反則金って何ってね、難しい言葉ですが、これはこの前の YouTube を見ればわかります。そっちで聞いてください。あ、アンギーさん聞こえますとメッセージありがとうございます。よかったです。じゃあ安心しました。よしよし。そしたら今日はよりこの自転車のニュースについてもう少し細かく、はい、細かくというかみんなに関係があるからなんですね。お話しします。何がダメなんですかと。ダメな運転、自転車を乗った時にこれはダメっていうのがしっかりニュースになっていたので、それをお伝えします。私も実はこれダメなんですか、今までやってたとかそういうのがあったので教えますね、皆さんにね。だいたい9個ありましたので、今回はそれをお見せします。はい、そしてまず最初にはなんでこのルールできた、どうしてこの自転車のルールができたかっていうことをちょっと簡単にお話ししますね。はい、じゃあ読みます。ポッドキャストなので、耳だけで聞いて、勉強しようっていう人も、または日本語をただ聞いてみようという人でもいいし、JLPT のためとか日本語読む練習したいという人は今スクリーンを見ながら、読む練習をしてもいいと思います。それは皆さんにお任せします。はい。で、今日もあんまり読み方書いてないです。漢字の読み方が書いてないから、わかるかな、自分は読めるかな、意味わかるかなとかも確認しながら聞くこと、見ることができると思います。はい。じゃあやってみましょう。いきますね。まず全部読みますね。全国の交通事故の発生件数は毎年減少している一方で、自転車が関係する事故はおととし6万9985件と2年連続で増加している。はい、まず最初こういう話です。えっ、と全国のですから日本の全部のですね、北海道から沖縄まで全部の交通事故は、どのくらいあったかといったら毎年減少、減っているんです。いいことですね。交通事故は実は減っている、全体では減っているんですが、一方でだから反対にですよね。反対に自転車が関係する事故は、自転車についての事故はおととし、おととしというのはこれはいつですか？はい、去年の1個前だから、1年前、2年前ですね。おととしというのは2年前の
自転車が関係している事故というのはこれだけあった。約7万件ですね。7万件もあるんだ。すごいですね。これ1年間だけでですよ。1年間だけで7万件全国であって、それが2年連続で増加している。わあ。多分この意味だと2年前は約7万件あって、去年1年間も多分もっとあるのかなっていう意味だと思うんですね。で、だから増えてしまってるってことです。2年間でどんどん増えてしまってる。でも全体の他の交通事故、例えば車の事故とか入ると思うんですね。それは減ってるんだけど、自転車の事故は増えてしまってますという話です。これ本当に日本のテレビのニュースでも確かに本当にそうよく聞きます。自転車に関係するよく人が亡くなっちゃったっていう、人が死んでしまったっていうような、自転車でっていう、怖い、車じゃないよねって、って思うような事故が本当に今増えています。運転するのがね、やっぱり早すぎる。早く漕ぐっていうんですけどね、自転車をね。とか、あと日本はヘルメット、帽子をかぶらなくてもいい。特に大きなルールは今までなかったんですけど、そういうことで事故に遭った時に頭に大きな衝撃って言いますね、クラッシュして頭にバーンと当たって死んでしまうとか、そういうのもよく聞きますね。うん、なので本当に増えている。で、そしてはい、ちょっといっぱい書いてあるけど、でも昨日というか一昨日かな、私のその前の自転車の YouTube を聞いてくれた人はこれそんなに難しくないです。じゃあ行ってみましょう。2022年に起きた自転車が関係する死亡や重傷事故は約7107件あり、そのうち73.2% にあたる5201件で自転車側に前方不注意や信号無視といった交通違反が確認された。そのため実効性のある取締りですね。取り締まりとして青切符の導入が必要だと判断された。はい。この青切符っていうのね、その一昨日の YouTube でも出てきましたよね。なんだこれはってね。はい、じゃあいきますよ。上から。2022年に起きた自転車が関係する死亡だから死んでしまったり重傷事故、これ大事ですね。重い傷ですね。だから、死んではいないけど、もう体からいっぱい血が出てしまって、もう全然意識がないっていうんですけど、話せない、もうずっと寝た状態とか、もう治らないかもしれないとか、もうちょっとで死んでしまう状態ですね。それが重症です。はい、反対はもちろん軽症です。軽いっていう字ね。ここは今重いじゃなくて軽いっていうんだったら軽症です。ちょっとの傷です。はい、大丈夫。1週間ぐらいしたら治りますとか、そういうものです。重症はそうじゃないです。治らないかもしれないとか、全然もうずっとベッドに寝たままです。ずっと寝てます。話せないです。そういうのとかです。だから、この2022年2年前に起きたこの自転車に関係する事故で死んでしまったとか、すごい重い病気になっちゃったという事故は7000件、だいたい7000件ある。すごいですね。7100にしましょうか。7100件もあるんですね。この2022年の1年間だけでも、こんなに重い悪い状態になってしまうような事故が7000件以上ある。多いですね。すごい。
ありって言ってますが、ありますの意味ですね。書くときはありって書きますね。で、そのうちというのはどの中といったらこの中ですね。7000件の中で 73.2% に当たるというのはになる、この7000件の中の、だいたい 73% は5200件なんですね。これだいたい5200件は自転車側に前方不注意、前を見てない、前方を見ないで注意していないとか、信号を見ない、信号が今は赤なのに止まらなければいけないのに止まらなかったとか、そういう信号無視といったというのは、などのっていう意味です。信号無視などの交通違反、ルールを守らないですね、違反は守らないですねが確認されました。だからこの人が死んだとか、本当に死んでしまったとか、大きな病気になったっていうのが7000件あって、その中の5000件は自転車が悪いですってこと。本当にねえ、5000件の事故の中で、これ本当に大変ですよね。これ人死んでるんですからね。これ5000件も。もしかしたら本当全部のニュースはテレビのニュースとかでは言ってないのかもしれない。だから私が知っているニュースより実際はもっともっともっと多くの人が亡くなったり、本当に大変な病気になったりとかしているのかもしれないですね。これは本当に良くないですよね。で、そのためだからですね、こういうふうにいっぱい大きな事故になっているから、だから実効性のある取り締まり、いいですね。これちょっと難しいけどいいですね。ちょっと難しいですね。これ実効性、実際の効果、エフェクトがあるってこと。実際に効果がある取り締まりは、これは昨日、一昨日の YouTube で話しましたね。何ですか？取り締まりは警察が悪い人をチェックすることですね。取り締まり、警察官がちょっとあなたダメですよ、ピーピー止まってくださいってね、チェックする。それが本当に意味のある、効果のある警察のチェックとして青切符っていうものが入ります。青切符というものが始まります。青切符をやりましょうと、これが必要だと判断されたっていうのは受け身系パッシブフォームですけど、これは誰かが判断したってことですね。これは、警察がとか国がこれが必要だと判断したっていうことです。はい。でもここは、主語サブジェクトが、青切符の導入がになっているので、これがですね。青切符が必要だと国によって判断されたとか、警察によって判断されたとか、そういう意味です。はい。じゃあ次いきます。次。で、じゃあここからですね、特に皆さんに関係がありますね。警察です。警察が重点的に取り締まる違反行為はこの下に書いてあります。トン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 。実はこっちもまだあります。全部で9個ですからね、今日ね。はい。警察が、重点的。これも前出てきましたね。重くですね。大切にすること。特に大切にすること。特に大切に取り締まる。チェックする。警察がチェックする違反行為。ダメです。あなたダメですよ。ピーピーですよ。ってチェックすること。行為、アクションですね。は何ですか？まず一番はもちろんこれ。信号無視。信号守らない人。もうダメ。気をつけましょう。ね。で、この途中でですね、何それっていうの出てきますよ。いきますよ。例外的に歩道を通行できる場合でも
徐行などをしないこと。これどういう意味ってね思いますよね。ちょっと説明すると、例外的にだから、これは、本当はいつもはダメなんだけど、この特別な時はやってもいいですっていう意味。でももうちょっと言いますよ。歩道を通行できる場合、何これってね。これ東京とかだと結構はっきりしてるんですけど、ちょっと田舎の方に行くとこれ分かりにくいかもしれない。まだちゃんと道ができてないかもしれないんですけど、今日本ってもちろん車が通る道はあるし、人が通る道は横にありますよね。車と道は別々になっている。それは日本全国どこでもなってるはずです。やっぱり危ないから、特に大きい道路は、道は。でも、今特にちゃんとしている、東京とかだと、自転車が走っていいところっていうのがちゃんとラインが書いてあるんですね。で、その走っていいところは人が歩く道じゃなくて、車が走ってるところの端の方を走っていいことになってるんですね。だからもう自転車は車と一緒に走ってくださいってことです。もちろん車と同じ速さじゃないから、自転車は遅いですから、車は真ん中を走るんだけど、自転車はその横のところ、端のところを走る、一列になってねっていうのが決まってるんですけど、それじゃなくて、人が歩いている歩道を、この道は車の道が細いので歩道を自転車も走っていいですよという特別な場合でもっていう意味です。そういう特別な場合があっても徐行などをしない。徐行ってなんだね。これですね、これ JLPT の N2 で読み方とかが出る時があります。ね、面白いですよね。徐行の意味はゆっくり走るって意味です。ゆっくりする。徐行してくださいって言われたらゆっくり走ってください。だから、自転車が、人が歩いてる道を特別に走っている場合でも、ゆっくり走らない、自転車がゆっくり走らなかったら警察がチェックします。ダメです、あなたちょっとゆっくり走ってください、そこは人が歩く道ですから本当はねってチェックされますっていう意味です。これは多いですね。結構多いと思う。あるから。だから私の家の周りにもあるから気をつけようと思ってます今。で、あとは一時不停止。これわかりますね。ちょっと止まらない。これも人がいた時に止まらないとか、車が来てるのに止まらないとか、そういうのです。で、さあだんだん皆さんに関係あること次書いてあります。携帯電話を使用しながら運転すること。これは一昨日ちょっと話したんですけど、スマートフォンを使いながら運転してはもうダメです。警察がピーッと、あなたダメですよ、止まってくださいそこの人、言われますので、スマホはちょっと使わないね。で、右側通行などの通行区分違反。これはこっちの道、右側走っていいです、こっちを自転車走ってくださいってマーク書いてあるから、その右と左を間違えてる時はもちろんダメです。危ないから。なのでこれはみんなの国と右なのか左なのかが反対の場合がありますね。例えば日本とアメリカだと反対のはずなんですね。だからちょっとそれは日本来た時に気をつけてください。どっちってね、日本のルールに従って守ってください。で、次まだありますよ。自転車の通行が禁止されている場所を通ること。私これ読んだ時にこの言葉は難しくないけど、どこの道って思いました。自転車が走るのがダメです。ここは自転車走っちゃいけませんっていう場所を自転車が通ったらダメ。警察にチェックされるという意味です。
私の家の近くにあるのかな、ちょっとわかんないですね。あったら皆さん気をつけてください。車は通ってはいけないっていう道ありますよね。でも自転車もあるんですね。気をつけましょう。やだ、私自転車でどこでも行っちゃうから気をつけます。で、次、遮断機が降りている踏切に立ち入ること。怖いです。そりゃそうです。これは危ないですよ。意味わかります皆さん。遮断機。これ難しいけど、こっちはわかるかな。踏切。踏切はカン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 。これから電車が来ます。それそれ。わかりました？わかんないよって駅じゃない。これは駅じゃないですよ。駅じゃなくて、じゃあ、駅の近くでいいですよ。駅の近くに電車が走っている線路って言います。電車が走る道がありますね。電車です、今度ね。電車が走る道のところを自分が歩きたい時ありますね。そこね。で、そこでも、ダメ、これから電車来ますよって言うと、何かがこう下がってきますよね。棒みたいなものがダン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 って下がってきて、特に音がします。カン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 って日本だと音します。カン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 って降りてきて、もうそこ通れません。踏切通れません。電車が通るから。はい、危ないです。で、それが、電車通ってるとこは踏切ね。で、通ってはいけませんよ。止まってくださいの上から落ちてくる棒が遮断機です。カン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 って降りてきたあの棒、長い棒。日本だと黒と黄色の棒です。あれが遮断機です。あれが降りている踏切に入ってしまうこと。ちょっと急いでるんですって言って入ってしまう。もう危ないですから。もう事故になっちゃうからダメ。ね。で、ブレーキがいいですね。これ読み方大丈夫ですか？何かない？自転車に乗ること？効かないですね。木です。かきくげこ、木です。ブレーキが効かない自転車に乗ること。意味はブレーキが使えないの意味です。ブレーキ止まるですよね。ブレーキ止まるのが止まらないんです。あらってね。この自転車壊れてるって。はい。止まろうと思っても止まらない自転車に乗ること。はい。もちろんダメです。でも、古い自転車だったらそういうことあるから気をつけてください。で、次です。これも、うわって思います。傘を差したり、イヤホンをつけたりしながら運転する。はい。これ、ダメ。はい。傘を差す。ね。雨の日、傘を差して自転車に乗るっていうの、やったことありますね、皆さん。私だってありますよ。はい。何回も。ごめんなさい。昔はやってた。はい。でも傘を差したまま運転するのはダメだし、イヤホン、耳にイヤホン聞く、音楽を聞くとか、あれを入れて運転するのはダメです。という話です。はい。だからイヤホンしてね、自転車乗ってるっていうのはよく見ますね。でも本当に危ないからなんです。ダメなんです。だから気をつけてください。うん。で、例えばこういうこの9個のものですね。これが特にダメってこと。はい。で、だけどこれ実際は9個じゃなくて100何個あるんですよ。昨日、一昨日の YouTube で言いましたけど、113個だったかな。ダメな、やってはダメなルールね。でも特に大きなルールは例えばこれでした。この9個です。で、こういうことなど都道府県でいいですね。この漢字読めますか？定めです。定め。定め。これは N2 に出てきやすいですね。読み方ね。定められた遵守事項に違反する行為だ。はあ、ちょっと難しい。なんかここなんで行為だなのかなって思うと、ちょっと戻ると、警察がこうチェックする違反行為は何々何々です、これこれこれに違反する行為ですってことです。だから上から言葉が続いてます。
はい。で、こういうことは、都道府県というのはこれもニュースでよく出てきますね。都っていうのは東京都とかそういう意味です。道は北海道とかで、府は大阪府とかで、県っていうのは例えば埼玉県とか神奈川県、千葉県とか広島県とか、それだから都道府県って言ったら日本全部のことです。はい。日本全部で定められた、決められたの意味です。定められるっていうのはこれはすごい読解問題によく出てくるので知ってるといいですね。決められたの意味。定められた遵守。これ言葉難しいけどこの漢字は知ってますね。守るですね。だから守らなければいけない事項。事項はこと。こと。それもこうって言ったら一つのこと、二つのこと、三つのこと、四つのこととかそういうポイントのことです。うん。だから守らなければいけないたくさんのことに、違反する行為、守らないルールを守らないアクションです。やっていることですってこと。だからこういうことをやっちゃうと違反行為になりますよっていう意味ねです。はい。で、あとちょっとそうですね。今度は、ここはちょっと昨日じゃないわ、一昨日もやりました。はい。読みます。酒酔い運転や酒気および運転。携帯電話を使用しながら事故につながるような危険な運転をした場合などは、これまで通り赤切符が交付され、刑事罰の対象となる。はい。ここはもう、そうだよ、仕方ない、そりゃそうだって思ってほしいです。意味がわかると簡単です、ここは。えーお酒飲んでて酔ってます。酔っ払いです。それで自転車に乗ってます。とか、これですね、酒気および運転っていうと、お酒を飲んだ飲んで酔っ払ってないんだけどもう口の匂いがお酒の匂いがするとか、警察が調べたらもうあなたはお酒飲んでるっていう何ですか、機械で調べたらすぐ分かるってありますよね。あれでもうあなた飲んでますって嘘ついてもダメです。飲んでますね、この機械に飲んでるって書いてありますっていうので。でも酔っ払ってないんです。あんまりたくさん飲んでなくてもちょっと匂いがするとかの意味だと思います。それで匂いがするぐらいで酔ってない、酔っ払ってないけどでも運転したっていうこと。およびっていうのはプラスってことです。プラスアルファ。だから酔っ払っていっぱい飲んじゃって運転するのはもちろんダメだし、飲んだけど酔っ払ってないでも運転しましたはダメなんです。だからこれ車と同じですね。車の場合と一緒で、携帯電話を使いながら、事故になってしまうような危険な運転した場合ももちろんダメで、これはこれまで通り、これまでっていうのは今まで通りですね。今までと同じで赤切符というものが交付される、渡される、出るってことです。交付っていうのは警察からもらうって意味です。赤切符が交付され刑事罰の対象となる。刑事罰っていうのはもうこれはもう警察に捕まります。はい。警察に捕まって、例えばもう1年間とか2年間3年間とか警察の刑務所というところで生活しなければいけないとか、そういうの、もちろんお酒飲んでて人が死ぬような大きな事故を起こしてしまった場合とか、そういうことですね。はいです。でこの辺についてはその一昨日の私の YouTube で話してますので、赤切符について、詳しくはそっちを見てください。そして反則金は今後政令で決まるが5,000円から1万2,000円程度になると見られている。はい。うわ、なんだこんなにするのってね。
反則金というのね、これも一昨日の YouTube で話しました。反則金は、この自転車のルールを守らないからお金払ってください、ダメですっていう。でもお金払ってくださいだけどちょっと軽い注意ですね、警察からちょっと軽く注意されてダメですって言ってお金払ってって言われるのが反則金で、罰金っていうともっともっと重いものです。罰金罰金書いてないですね、ここにごめんなさい。罰金っていう言葉は一昨日の YouTube に出てきました。はい、罰金っていうのはもっと本当にもう捕まる、警察に捕まって刑務所っていうところで生活しなきゃいけない。でもお金払ったらちょっと短く、その3年間じゃなくて2年間でいいですとか、そういうのです。だから反則金は特にこっちは軽いルール守らなくて、お金払ってくださいって注意された時で、それが、政令っていうのはこれとっても難しいです。これは覚えなくて大丈夫です。意味は日本の政治家が決めるってこと、日本の政治家の会議で決めるってことです。だからこの反則金というのはその政治家の会議で決めるんですけど、5,000円から1万2,000円程度、1万2,000円ぐらいになると見られているっていうのは予測できる、予測されていますという意味です。はい。見られているっていうのはこれニュースでよく使いますね。何々と見られています。はっきりしてない、はっきり分かんないけど多分こうなると思いますよとみんなが予測してます、予想していますっていう言い方です。はいね、だから皆さん気をつけないと本当に5,000円とか1万2,000円とか払わなければいけなくなっちゃうので、気をつけましょうね。私も気をつけます。はい、ということでした。ねいろんなニュースありますが、他にもですね、もう私の YouTube にあるニュースは日本のお金が新しくなりますっていう話ですとかね、いいですよね。これちょっと楽しみですよね、皆さんね。はい。これ YouTube で聞けますよ。で、例えばあとは皆さんもっと勉強したかったら N2 の問題とか N1 の問題の、この N2、N1 レベルで、読む練習、読解練習ですね、をやってみようというのです。はい、ありますので、私のチャンネルで見てみてください。で、あとはビジネス日本語を勉強したいという人もいると思います。はい、これもいろんな YouTube のビデオがありますので、はい、見てみてください。で、あとは JLPT の、読解の勉強したい人いますね。もう本当にそろそろ試験が近いですからね、皆さん頑張ってください。この N2 の読解と N1 の読解の、ビデオレッスンが、あります。はい、これ毎年見ていただいて試験に合格している人がとても多いです。はい、よく連絡を皆さんからもらってます。はい、ですのでよかったら使ってください。でこれは私のオンラインレッスンの中に入ってます。今日の、チャットの中にもチャットの一番上にもそのリンク書いてあるし、今日 YouTube を終わったらメッセージの欄のメッセージのとこにもこの LINE じゃないオンラインレッスンのURL を書いておきます。今すでに、ディスクリプションのところにもありますよ。はい、説明、ビデオの説明、今の YouTube の説明のところにも書いてあります。はい。ね、あとは、私のプライベートレッスンもやっています。Zoom レッスンです。はい。皆さんと顔を見ながら、はい、お話ししながら勉強しましょう。レベルも N5 から N1 レベルまで、どんな人でも私教えられますので、はい、やってほしいなという人、ぜひ来てください。はい、勉強することも何でもいいですよ。JLPT のリーディング、読解でもいいし、会話やりたいとか、EJU やりたいとか、ビジネス日本語やりたいとかでもいいし、はい、話すのをもっと上手に発音の練習したいとかいう人もいますし、いろいろです。皆さんそれぞれ、はい、やりたいことどうぞリクエストしてください。はい、でこれも同じくこのオンラインレッスンのリンクに書いてあります。はい
ね。今ちょっと皆さんのメッセージを確認すると、そうですね。皆さんでも本当集中してライブ聞いてくださってるからあんまりメッセージがないですね。はい。そう本当に携帯電話は自転車乗ってる時は本当にもう使わない方がいいです。皆さん本当にそれで事故になってることがやっぱり多いので、警察官もすごいチェックが厳しいです。はいね。であと多分そろそろヘルメット、帽子ですね、頭を守るためのヘルメットもかぶらなければいけないとか、そういうルールもしかしたらもう今あるのかもしれないんですけど、あのもしあったらまたお伝えします。今かぶってる人多いですよね、日本でね。あれも事故が多いからなんですよ。そう、死んじゃった人が多いからなんです。そうね、気をつけてください皆さんね。はい。であと、SO チェンさん、コントリビューターになってくださってありがとうございますありがとうございます。そしたらじゃあこの後また、YouTube ライブをまた続けてやりますので、よかったら聞いてください。はい。では、皆さん、続けて日本語勉強楽しみながらやってほしいなと思います。はい。じゃあ今日もありがとうございました。また勉強しましょう。